ガンダムに匹敵する性能を誇るも遅すぎた名機 MS-14A ゲルググ。 MS-14A ゲルググは機動戦士ガンダムに登場するジオン軍のモビルスーツです。劇中では一年戦争終盤にシャアーズナブルやアナベルガ等といったエースパイロットが専用機に登場しているほか、量産機も戦線投入され、その秀逸な性能から一年戦争後も様々な派生機体が開発されています。今回はそんなゲルググとその系譜について解説させていただきます。見せてやろう、我が軍のモビルスーツの扱い方を。宇宙世紀0079に繰り広げられた地球連邦軍とジオン公国軍の戦いである一年戦争開戦当初、新型兵器モビルスーツの優位性で戦場を支配していたジオン軍ですが、連邦軍はモビルスーツ開発計画 V 作戦を発動し、ガンダム、ガンキャノン、ガンタンクやその運用母艦であるホワイトベースを建造し、ジオンに対抗しました。その結果、戦場では徐々にモビルスーツ対モビルスーツという局面が増えていき、特にガンダムは後発ながらジオン軍の主力モビルスーツであるザク2を性能で圧倒的に上回っていたので、ジオン軍は次期主力モビルスーツの開発に迫られます。そこで地球連邦軍のモビルスーツに対抗するべく、ジオン軍はザクに代わる優れた性能の主力モビルスーツを開発するため、第2期主力モビルスーツ開発計画を立案します。この第2期主力モビルスーツ開発計画では2つのことがジオン軍からオーダーされました。1つ目は対モビルスーツ戦闘性能が高いことです。地球連邦軍のモビルスーツの性能の高さを目の当たりにしたジオン軍は、モビルスーツの性能の差が戦争の敗北に直結するという危機感を持ち、RX シリーズの性能を超えるモビルスーツの開発を目指しました。2つ目はビーム兵器を携行可能なモビルスーツであることです。特にガンダムはビーム兵器を使用可能であり、さらに実弾兵器ではなかなか致命傷を与えられない装甲を誇っていたので、これらに対応していくためにはビーム兵器の運用が必要不可欠と考えました。こうして RX シリーズの性能を超え、ビーム兵器を搭載したモビルスーツ開発を目指すジオン軍は、ザクやグフなどを手掛けてきたジオニック社とズダ、ドム、ゴッグ、そしてサブフライトシステムなどを生み出した推進機の技術に強いツィマット社の2社による開発コンペティションを行います。当初ジオニック社は既存機のザクを改良した MS-06R2P 高機動型ザク2ビーム兵器搭載型を提出。それに対しツィマット社は既存機のドムを改良した MS-09R リックドムを提出しました。このコンペの結果、高機動型ザクは一部の性能こそリックドムを凌駕したものの、総合面では劣っていたことからリックドムが採用されました。その後ゲルググとギャンが完成し、再びコンペが行われます。その結果、ギャンの運動性能は高く評価されたものの、条件であるビームライフルの運用という点を満たせなかったので、総合性能に勝るゲルググが次世代主力モビルスーツとして正式採用されました。ちなみに一次コンペではツィマット社のリックドムを採用していたことから、二次コンペの本命は元からゲルググに決まっていて、ジオニック社とツィマット社の両方の顔を立てるために行われたジオン軍の出来レースとも言われています。ゲルググは基礎設計はリックドムとのコンペで敗れた高機動型ザク2をベースにジオニック社が行っているものの、スラスターなどの推進機がツィマット社が開発、そしてビーム兵器の開発をズゴックやグラブロ、そしてザクレロやビグロを開発した MEP 社が行っています。こうして各分野における有力企業が分担して請け負うという形で進められた結果、スペック上ガンダムの性能を上回る機体に仕上がりました。またもともとジオン軍のモビルスーツ開発体系はジオニック社やツィマット社などの複数の軍需メーカーが独自に機体を開発してコンペを行うというスタイルだったので、部品の企画やメンテナンス、機体の操縦など全てにおいて別系統となってしまうという弊害を招いていました。これに対し宇宙世紀0079-2月頃からマクベは規格の統一を図る統合整備計画を提案していましたが、ついにこの計画が追いついたため、ゲルググはザク2の生産ラインが転用可能な設計になりました。こうしてゲルググは戦闘面でも製造面でも文句ない機体として完成し、さらに規格に適合さえすれば独自に生産したものも使用できる設計になっているので、多数のバリエーション機も開発されていくことになります。
ゲルヌグの外観は非常にシンプルなデザインになっていますが、腰部スカートアーマーや脚部にリックドムのようにスラスターを配置しているだけではなく、前腕部にも補助推進ユニットを装備するなど、徹底的に機動力の向上が図られています。なお、換装が容易なので、背面には必要に応じてランドセルを装備することも可能です。武装としては、まずはビームライフルを持ちます。ジオン公国軍情報部がサイド6経由で入手した連邦軍のエネルギーキャップ技術を導入して開発された兵装で、ジオン軍初のモビルスーツ用携行型ビーム兵装です。ゲルヌグの射撃兵装はビームライフルのみですが、ビームライフルの開発は難航したので、ゲルヌグ本体だけが先に量産され、前線ではジャイアントバッズやマシンガンなどを装備するという応急的な配備も目立ちました。次にビームナギナタです。通常のビームサーベルとは異なるツインエミッター式を採用しているので、片側のみまたは両端からビーム刃を形成可能です。書籍ガンダム解体新書1年戦争編によると、両端からビームを発信した状態での取り回しは難しいため、片側のみで使用されることが多かったとされている兵装ですが、シャアは状況に応じて使い分けており、熟練パイロットが使えば柔軟な戦法を繰り出すことが可能となっています。ちなみにビーム刃の演出が媒体によって異なっており、テレビ版38話では実体験のように描かれているほか、映画機動戦士ガンダム巡り合い空編ではテレビ版の水色と新作画の黄色が入り混じり、機動戦士ガンダム逆襲のシャアの回想シーンでは水色となっています。武装はこの2つだけと非常にシンプルであり、他には標準装備としてシールドが装備されました。ビムザムの技術を流用したタイビームコーティングが施されているので、実体弾だけではなくある程度のビーム兵器を防ぐことが可能です。ジオン系モビルスーツのシールドとしては大型であり、マニピュレーターで保持できるほか、背部にもマウント可能というガンダムを意識していることがわかります。劇中では宇宙へ上がったホワイトベースを追撃するシャアーズナブルが登場する新型モビルスーツとして登場しました。テキサスコロニーでガンダムを追い込むものの、脇腹を損傷し退却しました。その後はガラースンのエルメスと共にアムロとの戦いを繰り広げますが、アルテイシアへの攻撃を避けた瞬間、ガンダムに右腕を切られとどめを刺そうとするガンダムを前にガラーに一命を救われるも、アムロとシャアは深い傷を負うことになるのでした。なぜあなたは今になって現れたの？ララ、ヤストのザレ言はやめろ。シャアが登場したゲルヌグはエースパイロット向けに先行開発された先行量産型ゲルヌグと呼ばれる機体であり、その後ジオンの総力を挙げてゲルヌグの量産は行われました。しかし一年戦争の最終決戦となったアバオア空戦時には、ジオン軍はこれまでの戦闘ですでにベテラン兵の多くを失っていたので、訓練不足の学徒兵が大量に投入されており、ゲルヌグの性能を生かすことができぬまま撃墜されていき、一年戦争は終局を迎えました。そのためゲルヌグは高い性能と裏腹に次期主力モビルスーツになりきれず、あと1ヶ月配備が早ければ戦況の情勢を変えることができた遅すぎた名機と言われる機体となっています。鳴らし運転もしないで使うと。こうしてガンダムを超える高性能機体として完成するも、一年戦争中は日の目を見ることがなかったゲルヌグですが、その秀逸な性能と生産性の高さから様々な派生機体が開発されています。まずミッシングモビルスーツバリエーションで設定が追加された MS-06R3S ゲルヌグ先行試作型高機動型ザク2です。本機はゲルヌグのプロトタイプにあたり、リックドムとのコンペに敗れた高機動型ザク2ビーム兵器搭載型の後継機である高機動型ザク 2R2 型に開発中のゲルヌグのパーツを組み込んで完成した機体です。その後先行量産型ゲルヌグが生産されていくことになります。先行量産型ゲルヌグは25機が生産されており、シャア専用機はアニメ内で登場しているほか、漫画機動戦士ガンダムシャアズディレイティッドアフェア若き彗星の肖像では、本機に改造を重ねて外宇宙専用に改修した仕様ゲルヌグ外宇宙用が登場しています。それ以外の24機はジョニー・ライデンなどのエースパイロット部隊キマイラ隊に配備されたとされるものの、他にゲーム設定なども加えると、アナベルガ島専用機、ガルマザビ専用機、ランバラル専用機、ロバート・ギリアム専用機などが存在します。その後開発されたのが量産仕様の
ゲルググとなります。こちらも様々な仕様が存在し、OVA 機動戦士ガンダム0083スターダストメモリーに登場するアナベルガ島専用機、ゲーム機動戦士ガンダム戦機アバンタイトルに登場するエリク・ブランケ専用機、機動戦士ガンダムモビルスーツイグルーに登場するヘルベルト・フォン・カスペン専用機などがあります。また一年戦争後には見た目は原型機と同じなものの他の機体のパーツを流用して回収された機体も存在しているので、機動戦士ガンダムダブルゼータではジオン残党のタグが残した赤いゲルググが登場し、機動戦士ガンダムユニコーンではギラ動画用のビームマシンガンを装備した袖付き仕様が確認されているほか、機動戦士ガンダムサンダーボルトではセイレーン機動艦隊所属機などのサンダーボルト仕様も登場しています。さらにゲルググはその拡張性の高さから様々なオプション装備を施した機体が登場しています。まずモビルスーツバリエーションや MSVR で設定された高機動型ゲルググです。ゲルググに増速用ブースターパックを装着した機体で、ジョニー・ライデン専用機やユーマライトニング専用機などが存在します。さらに MSVR では高機動型ゲルググの脚部装甲を取り外し、推進機を大型化して、さらに機動力の向上を図った機体ゲルググ高機動型 R 型も存在します。媒体によって BR 型ともゲルググ界とも呼ばれるこの機体は、キマイラ隊の G メンスウィルヘッド機、エメディブロム機、デビッド・チェイスマン機などのほか、PS3 用ゲームサイドストーリーズではマルコシアス隊隊長のヴィンセント・グライスナー登場機などが登場しています。また高機動型ゲルググは後年にはさらなる発展を遂げていきます。それがリファインドゲルググに由来する名を持つ機体リゲルグとなります。これはアクシズに逃げ延びたジオン公国軍残党からなるネオジオン軍がゲルググをベースに回収した機体です。機動戦士ガンダムダブルゼータではイリアパゾム機が見られるほか、機動戦士ガンダムユニコーンでは袖付き仕様が登場しています。さらに漫画機動戦士ガンダム MSVR ジョニー・ライデンの機関では宇宙世紀0019アナハイムエレクトロニクス社のキマイラ隊主力モビルスーツ開発計画ウェルテクスプロジェクトにおいてギゲルグをもとにプロトタイプゲルググウェルテクスが開発され、そのデータをもとにゲルググウェルテクスが開発されました。そしてさらにそこからパーソナルカスタマイズを施し、ジョニー・ライデン専用機ゲルググウェルテクステスタロッサ、ユーマライトニング専用機ゲルググウェルテクスキュアノス、ジャコビアスノード専用機ゲルググウェルテクスクサントスが生産されています。また漫画アドバンス・オブ・ゼータリブートガンダムインでクロウサギの見た夢では火星のジオン残党組織ジオンマーズがギゲルグの設計データをもとに新規設計した機体ゲルググ3ジオンマーズ仕様が登場しています。次にゲルググは高機動型以外にも様々な特化型仕様が開発されています。機動戦士ガンダム0080では精密射撃任務に対応可能な狙撃型機体ゲルググイエーガーが登場しました。他には陸戦仕様の陸戦型ゲルググ、砂漠戦仕様のゲルググ G、そしてその改良機デザートゲルググ、そして中距離支援仕様のゲルググキャノン。陸戦型ゲルググはゲームコロニーの落ちた地でビッシュドナヒュー専用機やケン・ビーダーシュタット専用機が見られます。デザートゲルググはジオン残党仕様も確認されており、ゲルググキャノンは漫画機動戦士ガンダム MSVR ジョニー・ライデンの機関にて宇宙世紀0019改良を施したゲルググキャノン 1A 型にジャコビアスが登場するなど長年愛されている様子が描かれています。また同じく特化型仕様として海兵隊仕様ゲルググマリーネがあります。これは OVA 機動戦士ガンダム0083スターダストメモリーで主にシーマ艦隊が用いる機体で、宇宙戦闘にさらに特化するべくバーニアやランドセルを施した機体です。シーマ登場機などの指揮官用ゲルググマリーネはマリーネライターとも呼ばれます。ゲルググマリーネの一部はベラーズ紛争後に地球連邦軍に接収されており、ネットでよくネタにされるキースらその女はゲルググで不明よのシーンで登場しています。なお漫画機動戦士ガンダム0083リベリオンでは強襲機動型仕様のゲルググ R リベリオンが登場しているほか、アドバンス・オブ・ゼータ・ティターンズの旗のもとにではゲルググマリーネ系の回収機として水力強化を主眼とした機体ゲルググ・シュトゥッツァーが登場。小説トップガンダムでは宇宙世紀0080代後半の地球連邦軍が
旧式とカスも配備している重装ゲルググが登場しています。このようにその秀逸な性能から数々の派生機体を生み出したゲルググはその名を後世に残したようで、漫画「機動戦士ガンダム F90」では宇宙世紀王120代の火星独立ジオン軍オールズモビルがゲルググを模した最新鋭機体 RF ゲルググを運用している様子も見られます。また懐かしいものに乗ってきたな。なお、機動戦士ガンダム記録全集5や機動戦士ガンダムストーリーブック内の富のメモで明かされている機動戦士ガンダムの本来のストーリーではゲルググはギャンという名前で登場する予定でした。またシャアのゲルググはテキサスでのガンダム戦で倒され、エルメスが守ったシャアの機体はガルバルディと矢継ぎ早に機体を乗り換えているので、もしこのストーリーがテレビ版で展開されていたらゲルググの派生機体はあまり増えていなかったかもしれません。これでは道化だよ。余談ですが、ジークアクスではゲルググのコンペ相手がギャンではなくガンダムで、ゲルググではなくガンダムがコンペに勝利したので、ガンダムの簡易モビルスーツが正式採用されたという流れになりました。つまりコンペに敗退したゲルググの試作機が存在するはずなので、いずれジークアクス版ゲルググが登場する可能性もありそうです。今回はこれで以上となります。チャンネル登録されるかはお任せいたしますので、もしよければもう一本動画を見ていただければとても嬉しいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。